こんにちは、イラストレーターの熊谷由香です。今回はフェイヨンさんから提供いただいたフェイヨンキャンバス13 Gen 3という液晶タブレットの紹介動画になります。フェイヨンさんは2011年に設立された企業で、デジタルイラストを描く際には必須のペンタブや液タブといったデバイスを製造・販売しています。タブレットを買おうとなった時には必ずブランド候補に上がってくるほど知名度がある企業さんなんじゃないかなと思います。ちなみに私は今まで板タブを使ってイラストを制作していたので、実は今回が初めての液タブとなります。なので今回の動画は私と同じような液タブ初心者さんにこそ参考にしてほしいです。本動画では主にキャンバス13 Gen 3の特に良かった点3つ、内容物紹介、液タブ紹介、ペン紹介、セッティング、板タブモード設定方法、実際にイラスト制作してみるの7つに分けて紹介していこうと思います。まずは私が実際に製品を使って感じた特に良かった点3つをさらっと挙げていきます。1、書き心地が最高。2、コスパがいい。3、板タブモードが便利。この3点については動画の後半でイラスト制作をしていきますが、その中で詳しく解説していこうと思います。それではね、早速中身をチェックしていきましょう。まずはね、こちらの説明書のような用紙。これね、カラーキャリブレーションレポートって言って、タブレットの画面上でちゃんと正確な色味が再現できているか、きちんと工場で一つずつ検査しましたよっていう証明書なんだそうです。そして本体ですね。デザインが可愛い。ちなみにキャンバス13 Gen 3は2色展開されていて、私が今回いただいたのは桜ピンクっていう色でした。見た感じね、くすみピンクっぽい色ですね。他にはコスモブラックっていう黒色バージョンもあるそうです。あとこちらはクイックスタートガイド、説明書兼保証書ですね。ペンですね。電池不要のペンみたいです。ペンホルダー、こんな感じで、ペンホルダーの中にはペン先がたくさん入ってます。全部で10個あるみたいです。 3in1 ケーブル、パソコンとタブレットをつなぐためのケーブルです。 USB 延長ケーブルもあります。アーティストグローブ、あれですね、絵を描くときに便利な手袋になります。私は手が小さい方なんですが、この手袋は程よいフィット感で個人的に嬉しかったです。最後にクリーニングクロスで以上となります。はい、全部並べるとこんな感じになります。はい、それではお待ちかねタブレット本体を見ていきましょう。まずはサイズ。13インチって言われてもなかなかイメージできないと思うので、製品の上にこんな風に A4 サイズの紙を置いてみました。コンパクトだけど小さすぎない、ちょうどいいサイズ感ですね。重さは約 865g。 私は今まで板タブを使っていたので、そちらと比べるとどうしても重く感じてしまうんですけど、液タブの中ではかなり軽い方だそうです。裏側にはね、こんな風に滑り止めもついていて安心ですね。はい、ボタンも見ていきましょう。大まかにボタンごとの機能はこんな感じ。このダブルダイヤルが個人的にすごく使いやすかったですね。ここをぐるぐる回して画面を拡大したりペンのサイズを変えたりすることができるんですけど、普通のボタンよりね、感覚的に操作できる印象です。端っこから少しはみ出てるので横から操作できたりもします。
この5つのボタンはカスタマイズ可能で、普段よく使うキーなどを割り当てることもできます。私はこんな風にカスタマイズして使っています。次は画面ですね。動画だとちょっと分かりにくいかもしれないんですが、こうね、なんていうか液晶なのにつるっとしすぎてないんですよ。これなんでかっていうと、大まかな理由はガラス表面にアンチクレア加工っていう特別な加工がされているからだそうです。この加工のおかげで紙のような質感に近づけることができているみたいです。ペンもね、ちょっと見ていきましょう。見た目はこんな感じ。こう先に行くほど太くなっていて、この形がねすごく持ちやすいし書きやすかったですね。重さもちょうどいい感じです。それでは実際に書いてみましょう。本当にね書きやすいです。書き心地は鉛筆ともボールペンとも違う。一番近いのはシャーペンかな。私が今まで触れたことのある液タブってプリクラのデコる画面あるじゃないですか。あれくらいの液タブ初心者なんですよね。プリクラの画面と比較するのもどうなのかなって思いますけど、やっぱり全然違いますね。書き味がすごく繊細だし、限りなくアナログで書いている感覚に近いです。ペンの側面には3つのサイドキーがついています。後ほど詳しく紹介しますが、こちらもカスタマイズすることができます。セッティング方法も簡単に説明していきます。その前に、ここ意外と見落としポイントかなって思うんですけど、液タブはパソコンやスマホにつながないと使えません。対応 OS とおすすめソフトウェアはこんな感じになります。お買い求めの際は必ずチェックするようにしましょう。まずはタブレットとケーブルをつなぎます。そしたらパソコンにドライバーをダウンロードしていきます。はい、ここでまた注意点になります。すでに他のドライバーがインストールされている場合、そのドライバーはアンインストールしましょう。2つ以上のドライバーが1つのパソコン上にインストールされていると、データが破損したりエラーを起こしてしまったりするようです。それではダウンロードページにアクセスしていきます。ペンディスプレイをクリックし、製品シリーズはキャンバスとキャンバス 13Gen3 を選択します。自分の OS に合ったドライバーをクリックしてください。ダウンロードして開くとこんな感じの画面が表示されます。はい、作業領域の設定になりますね。左利きの方はここで設定を変更することもできます。ペンについてる3つのボタンもね、ここでカスタマイズできます。筆圧感度の調整も可能です。大体の紹介が終わったところで、先ほど触れた板タブモードについて少し説明していきます。キャンバス 13Gen3 では簡単に液タブモードを板タブモードに切り替えて使うことができます。やり方は電源ボタンを押して画面が真っ暗になったことを確認したら、液タブ側のケーブルを抜き差しするだけ。これだけの操作で板タブとして使うことができます。実は私はデジタルイラストを始めてから今までずっと板タブを使っていました。液タブは憧れのデバイスでしたが、当時の私には高価な製品で、まずは比較的安価な板タブから始めようと思ったのがきっかけです。長年板タブに慣れているあまり、液タブの操作に馴染めなかったらどうしようと不安もありましたが、いざとなったら板タブモードとして使えばいいという選択肢があることで、その不安感もなくなりました。なので、液タブ初心者さんはもちろん、私のように長年板タブを使っていて、液タブに移行しようと考えている方にもぴったりな製品かなと思います。はい、こんな感じで実際にイラストを描いています。キャンバス 13Gen3 の桜ピンクをイメージしてキャラデザした女の子にタブレットを持たせてみました。
今は線画を描いている段階ですね。動画の前半でもお話ししましたが、本当に描き心地がいいんですよね。とにかくアナログで描いている感覚に近いです。思ったように線が引けないとか、ペンの反応が悪いとかが全然なくて、ストレスフリーで絵が描けるといった印象です。あとはコスパがいいですね。液タブって安いものでも2、3万円、高いものになると数十万円とか普通にする高価なものだと思うんですよね。デジタルイラストを描くには液タブって必須のデバイスだと思うんですけど、初めて液タブを購入する方は特にいきなり高価な液タブを購入するのは勇気がいるんじゃないでしょうか。今回のキャンバス13 Gen 3は液タブの中でもかなり手を出しやすい値段ですし、値段に見合うもしくはそれ以上の性能を備えた液タブなんじゃないかなと思います。はい、線画が終わって色塗りに入っています。タブレットの桜ピンクの色味に合わせて女の子の全体的な色合いもピンクで統一してみました。差し色として少し紫っぽい青も入れています。モチーフとして髪留めなどに桜をあしらってみました。フイヨンさんは中国の会社というところから着想を得て、服装は少しチャイナっぽいデザインにしています。女の子らしいピンクや桜などのイメージとのギャップを狙って、女の子の表情は少し強気な感じにしてみました。個人的に今回のイラスト、特にキャラデザはとても気に入っています。ちなみに今回のイラストは画面録画をしながら制作しましたので、遠くない未来に改めてメイキング動画もアップしようかなと思っております。完成したイラストはこんな感じです。いかがでしょうか？というわけで、キャンバス13 Gen 3の紹介動画は以上となります。お絵描きがより楽しくなるような良い製品だなと私は感じました。概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方はぜひご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。